もう本当に前代未聞。結構コミカルというか、バチバチってもう脳がもう弾けましたよ。現代的なアレンジっていうか。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。グランゾートありますけど、そうですね、グランゾートとこれスーパーグランゾート。スーパーグランゾートやっぱ世代なんでこれもですよね、はい、僕ちょっと高校生くらいになってたんで少しずつフェードアウトしかけてたんですけど、魔人英雄伝渡るの、その後番組の、グランゾートっていう作品の主人公メーカー、左のグランゾートから始まって中盤以降パワーアップするんですよね。こんな話ザブングルでももっとしたかったな。まあいいや、ちょっとちなみに渡るは僕も多分プラモデル作った気がするんですけど、グランゾートはちょっと知らないというか、いや僕も神谷さんが結構これね机置いてたらグランゾートじゃんって来た時僕びっくりしましたね。ああそう、まあ高校生だったから見てはちょいちょい見てはいたかな。こう入り込んでずっと見てる感じではなかったですけど、ちょっとザブングルの話巻き戻ってもいいですか。これザブングルっていう作品の偉大なところ1個ねちょっと僕どうしても喋りたいんですけど、このザブングルという作品初めてこの同一の作品劇中で主人公メカが変わるんですよ。主人公メカが交代するっていう初めてなんですよ。古くはマジンガー Z からグレートマジンガーとかゲッターロボからゲッターロボ G とか、あったんですけど、その戦闘メカザブングルっていう一つの番組内でその主人公のロボットが途中で変わるっていうのはもう本当に前代未聞、もうその一番最初のパイオニアの作品なんですよ。これが一番最初のザブングルっていう機体なんですけど、これがね今ここにないんですけどぜひまた用意してほしいんですけど、ウォーカーギャリアっていう機体があってですね、これをこの主人公のジェロン・アモスがもう敵の基地に乗り込んでってぶんどることによってそれが主人公機になるっていう番組の中盤で。リアルタイムで当時見てた時びっくりしました。びっくりしましたよ。リアルタイムで僕見てたんで、まず何がこのザブングルが革新的だったかって第1話からこのザブングル2機あるんですよ。なんかそれを聞きました僕も、主人公がね主人公機が2機あるんですよ。これガンダムとかやっぱり唯一のねロボットなんですよ。イデオももちろんそうなんですけど、これザブングル第1話から2機並んでるんですよ。これにまず度肝抜かれるんですよ。ハイヤテのようにザブングルって始まってワクワクして見てたと思ったらもういきなり2機いるんですよ。ってその作品中の交易商人みたいなのが所有してるそのロボットなんですけど、それをいろんないきさつがあって主人公のジロンが盗みに入ってぶんどるんですよ。ということでこのザブングルがジロンの乗る愛機になるんですけど、でもう1機を仲間が乗って、だからザブングル2機体制なんですよ。このね番組の冠になってるロボットが2機いるっていうのも前代未聞だったんですよ。作品中でこのジロン・アモスが乗るザブングルはこの土地でこの羽が折れちゃうんですね。だから変形もできなくなっちゃうんですよ。もう1機は無傷のまま残るんですけど、多分だから番組中それでこう羽が折れてるのがジロン機で、もう1機は仲間のラグとかが乗ったりするんですけど、それでちょっとビジュアル変化つけたと思うんですけど、だからこれ今ねこの商品する時に美味しいのが、もう僕みたいなちょろい客は絶対2個買うんですよ。でまた商品にもちゃんとね羽が折れたパーツが用意されてて、そのジロン機を再現できるんで、だから僕その超合金魂もやっぱり2個買いましたし、ハイメタル R も2個買って、でこれもやっぱ2個買いましたよね。正確にはこれ僕 3個買ってるんですけど超合金魂は多分合計6個くらい買っちゃってるんですけど、いろんなあれがあってね、塗装が違うバージョンとかもあったんでそれも買わなきゃなっていうのでどんどん増えていっちゃったんですけど、それはさておき
ちなみに僕神谷さんの近くにいるとやっぱザブングルの話よく出てくるじゃないですか。でなんかこう神谷さんの熱量から勝手にですよ、勝手に結構硬派なロボットアニメなんかなみたいな、なるほど。なんか勝手に思ってたんですよ。中見たら結構コミカルというか。そうなんですよ。そこもね当時の路線の中では異色で、さっきも言ったようにこのガンダムとかやっぱり宇宙での戦争っていうのがテーマになるんですけど、まあ、どっちかというとこう西部劇に近くて、で舞台も荒野でまたこれがねウォーカーマシンっていうんですけど、その世界観の中では重機のような扱いなんですよ。ブルドーザーとかショベルカーみたいな仕事するための重機でいろいろあるんですけど、それらはみんななんていうかあんまり人間前とした形をしてないんですね。もっと重機っぽいんですよ。そこに突然このザブングルが車で言ったらこうカローラとかサニーとかある中に急にカウンタックがあるみたいな、ガンディーニがデザインしたのみたいな感じの突然変異体のようにこう燦然とこう立ってるんですけど、それもまたねなんかこうザブングルっていうのにこう花を添えるというかね。いやだからこうね番組途中にジロンのザブングルが大破しちゃうんですよ。もう一個のザブングルは残るんですけど、これどうなるんだろうなって展開のその次の週にですよ、敵の基地に乗り込んだら言ったらジロンたちを倒すために用意した最新鋭のウォーカーギャリアが倉庫の中に眠っていて、その倉庫の中で「なんだこれは」って言ってジロンが乗り込んでってかっぱらってブイーンって出てくるんですよ。でそれがジロンたちのまた戦力になるっていう。でこれがねリアルタイムで見てたらねもうすごく衝撃なのが、オープニングの歌があってから作品に入っていくじゃないですか。歌の最後にそれまではこのアイアンギアっていうジロンたちのなんていうか拠点になる戦艦があるんですけど、その戦艦の足元にザブングルがこうザーンって着地して終わるアニメーションなんですけど、もうそのウォーカーギャリアが登場してからはちょっとそのオープニングのアニメも少し変わるんですけど、最後にいつものようにアイアンギアの前にザブングルが着地した前にかぶるようにギャリアがドーン立つんですよ。うわーギャリアかぶったっていうバチバチってもう脳がもう弾けましたよ。それは沸騰してっていう衝撃を受けるくらいな作品だったんですよ。でグランゾートですよね。そうグランゾートからスーパーグランゾート。やっぱそれ以降はこうスポンサーさんもこれ一粒で二度おいしいなっていうのに気づいてしまい、それ以降やっぱり作品中に期待が変わるっていうのはもうなんかもうそのお約束になっちゃったんですけど、これもだからねグランゾートがスーパーグランゾートになるっていうね。もうグランゾート買っちゃったらスーパーグランゾートもそれは買いますよね。そうですね。このガンダムと同じザブングルもそうなんですけど、大河原邦夫っていうデザイナーの方のデザインで顔からロボットに変形するっていう謎の、これ顔になってるからって言って別にこれがなんか巨大ロボの頭になるわけじゃないんですけど、なぜか顔から出てきて、そうですね。でロボットに変形するんですよね。そのギミックもなんかね面白くてね、僕あんまりハマんなかったような言い方してますけど、僕はアクアビードを買いました。ああそうなんだ。はい、アクアビート買いましたし、なんならあと少ししたらモデロイドで出るんですよ。ちょっとこうアレンジ、ちょっとサイズも大きくなって、サイズも大きくなってデザインもちょっと現代風にリニューアルされたやつの、アクアビートとウィンザートとグランゾート全部ポチってあるんで、届くことにはなっちゃってますね。ディテール感は神谷さん的にはどうなんですか？これ難しいとこですよね。全然造形物僕ら知らんから造形のとこ話されてもあれですけど、なんかかいつまんで言うとなんかどの部分を今忠成さんは言おうとしてたんですか？やっぱりその現代的なアレンジっていうか、こう大きくするとその新たな解釈っていうか、パーツの分割であったりとか、こういうディテールがあるんじゃないかっていうね、こうアレンジがされてるんですよ、やっぱ豪華版は。これはアニメ準拠そうですよね。だよね、まだねシンプル。このモデロイドのやつはいわゆるこの100分の1サイズ規格かな、ちょっと大きくなるんで、
っぱりこのままでかくしちゃうとっていうのでいわゆるまあモダナイズドされるというか、もうちょっとパネルライン増やしたり、ディテールちょっと詰まっていくディテール詰まって、なんならどっかの造形もちょっと盛ったりしてっていうので、そこは確かに難しいところなんですけど、わかる。僕ねガンダムでそれされると猛然と文句言うんですよ。なんですけど幸いにもグランゾートにそんなに思い入れがないのでずるいななんかずるいなすいません、ノンポリですいません。でもこのイデオンも結構今時のディテールライン結構これあるんですけど、これはこれも入ってる。これ入ってるんですよいっぱい。でもなんかこう買う前、組み立てる前はちょっともうちょっとやっぱりそのねシンプルなこのアニメのイデオンの感じがいいなとは思ってたんですけど、これはこれでいいなみたいななりましたね。許しましたか？許しました。いいなと思いました。そこね難しいところなんですけど、例えばどこの部分とかのことなんですか？もうこの膝のあたりとかこういうなんかちょっとしたこう足のこの内側とかこの腕とかも全部そうですね。こう線が入ってる。多分今見てかっこいいなって思えるのは多分そういうディテールのおかげかなと思いますね。プロポーションはどうなんですか？プロポーション結構いいなと思いますね。これはもう原作順もうこれ結構いいなと思います本当に。神谷さん結構渋い顔してる。いやプロポーションもねよくいじられるんですよね。近年のやっぱりトレンドとして小顔でちょっと腰高っていうなんか結構シュッとしてるなと思ったんですよ、その今見た時に。だからそれがどうかなと思ったんですけど、これはまあじゃあ原作結構イデオンは比較的結構シュッとしてる印象がありますね。オスっていうちょっとなんていうの欧米人体型なところは原作からあった。ガンダムはどっちかっていうと日本のおっさんみたいな体型だったのに最近どんどんやっぱりこうシュッとイケメンになってっちゃって、そういうアレンジ僕はあんまりいいなってとこあるんですけど、やっぱ太ましい方がね、ですね。80年代のねやっぱマッチョブームじゃないですか。そうなんですよ。やっぱり武骨さ泥臭い感じ。なんで怖いもの好きが多いの？わかります。でもなんか怖いもの好き実はこれでもう3人目じゃないですか。